イヤホンみんな息してる。息しかしてない時丸です。皆様、明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。ということで、今日もやっていきますよ。明けましたね。なんか、あんまり明けてる感覚がないんですけどね。でも明けたっていうことで、2026年、今年もやっていきます。喋っていきます。で、早速、洗濯機回しています。はい、洗濯機回しながら動画回しています。はい、もうやること変わりません。で、今日も、朝から走ってきました。で、結構疲れていて、カミカミになるかもしれませんが、ご了承ください。時間は限られています。洗濯機が快速で回る時間、21分。21分をめどに、でこれが終わったら、洗濯が終わったら私が喋る時間は終了というね、そういう最近有限性を持たせて、去年の年末ぐらいからやってるんですけど、なんかね、なんかいいですね、やっぱね、自分ではっきりと時間を決めてやるっていうのが、まあそれに洗濯機使うなよって話なんですけど、ちょっとうるさくてごめんなさいね、ほんとね。で、今年もちょっとふざけたことやっていきます。はい、馬鹿げたことやっていきます。で、このチャンネルはもう冗談だと思って聞いてください。もう真面目に受け取らないでくださいね。真面目に受け取って、なんかそれを実行してしまって変なとこ行ったりとか、ちょっと真面目に受け取っちゃって、なんかそれを真面目に返しちゃったりすると、ちょっと私もごちゃってなっちゃうんで、なんで、ゆるく行きましょう。ゆるくやりながらも、面白おかしくやりながらも、割と本気です。はい、真面目にふざけていきます。よろしくお願いします。はい。ということで今日のテーマは、なぜ私が YouTube で喋り続けるのか、喋り続ける理由みたいなところ、そういうテーマで話していきたいと思います。で、なんかね、もう2年ぐらい経つんですよ。ここの部屋に来てから。で、YouTube トータル3年ぐらいなんですけど、なのでここに来てからその前に1年ぐらいですね、いろんな助走がありながら、小屋暮らしをしてみたりとか、山登ってみたりとか、いろんな旅の Vlog やったりとか、なんかいろんなことやりながら、ここまで来てます。で、最初は100人も見てくださらなくて、なんか10人とかで本当に自分の友達だけが見てくださってるようなチャンネルだったんですけどね、気づけば皆さんが見ていただくおかげで、本当に登録者も3万人近くになりまして、で、約2年間、本格的にコミットし始めたのが2年前ぐらいですので、ここに来てからですので、2年間で3万人ぐらいまで伸ばすことができています。で、年末にですね、それをまとめた文章を発表しました。で、YouTube ブループリントというね、これ2ヶ月ぐらい僕いろいろ書いてきて、それをようやくまとめたものが出来上がって、で、今販売しています。で、概要欄からぜひチェックしてみてください。で、どういうことが書いてるかというと、簡単に言えば YouTube を伸ばしていく。で、YouTube を使ってじゃあ何をしていくかということ。で、僕は基本的に少ないもので、持ち物で暮らしているんですけど、それはもうずっと変わっていなくて、つまりミニマリスト的な生活をしている。で、ミニマリズムみたいなものを用いて、で、何かを作るってことをやっています。で、もう15年ぐらいですね、ずっとその写真を、プロとしてやってきて、で、フリーランスで活動しながらやってきて、で、それから、文章を書いたりとか、で、この YouTube みたいな感じで、その発信をし始めるようになって、で、その以前の母体としてブログっていうものがあるんですけど、ブログはもう本当に10代の終わりぐらいからかな。ちょうどブログブームの世代ですので、ずっと書いてきて、その流れで YouTube をやってる。で、その中で、いろいろ発信する中で、で、去年から自分の仕事の一環として、ちょっとコンサルティングみたいなものを始めました。で、これは完全個人で、個人にパーソナライズをされた、コンサルティング。しかも、発信だったりとか、部屋の整理整頓だったりとか、もう、ジャンル問わず、何でもありっていう相談で。で、特にクリエイティブのことが多いんですけど、写真だったりとか映像だったりとか文章だったりとか、あとは発信の仕方みたいなものですね。そういうもので、自分が今個人でソロプレーナーとして、個人で暮らしているので、個人だけで、生計を立てているので、その方法論みたいなものを、基本的には発信して、そういうのをやりたい人に向けて、提供しています。で、その中で、やっぱり一番多いのが、一番でもないんですけど、結構多いのが、YouTube をどういうふうに継続したらいいかって。チャンネルは作ってみたけどなかなか継続できないとか、やってみたいけど、ちょっと顔出しの勇気がないですとか、
なんかそういう質問とか相談が多かったんですね、去年。非常に多くて。で、なんか同じことを毎回ね、言ったり話したりするんですけど、もちろん対策っていうのは人によっていろいろ違っていて、動画そのものの品質を上げる必要があったりとか、そもそもテーマがずれていたりとか、なんかそこを修正したりとか、なんかいろいろあるんですけど、根本的にはまあ自分がやってきたことを、トレースできれば、再現してトレースできれば、ある程度継続できるんじゃないかなっていう、なんかそういうところが分かってきたので、一つの文章としてまとめたいと思って、で、それをまとめたものです。で、前身としてですね、まあ、ノートで書いてた、まあ、YouTube 収益が1000ドル超えるまでに自分がやったこととか、あるいはその1万人に達するまでに自分がやってきたことみたいなものを共有してます。で、その中で書いてきたのが、やっぱりまあ、自分がまず発信したいことを発信するということ。で、面白いと思うことを動画にするっていうこと。そこはまず自分が気をつけていることです。で、二つ目は、なるべく定期的に投稿するっていうこと。これ結構定期的に投稿してますよね。で、それをじゃあいかにやるかみたいなこと。そこを考えると。で、三つ目は、一本の動画の長さを8分以上にするっていうこと。これは、アナリティクスの面と、あとはアドセンスの面で理由があります。8分以上の動画を作っていくと。で、あと最近ショートっていうのが出てきているので、あまり短いとね、ショートと差別化できないんですよね、YouTube がね。それで8分以上にするってことを心がけてると。で、あとは分析。アナリティクスを分析して読者、視聴者の求めるものを想像して作っていくと。で、5つ目は動画の品質向上に努めると。で、そういうことをいろいろ書いてるんですけど、じゃあそれを具体的にじゃあどうやっていくかっていうことで、そういうことを、書いてます。だからそのアルゴリズムに勝つっていうかな、短絡的に儲けるとか、なんか短絡的に YouTube で一旗上げてやろうみたいな人には向いていないと思うんですけど、やっぱり作るマインドセットみたいなものを変えていかなきゃいけないと思っていて、で、それが僕が日々、この動画で発信している、ふざけていることだったりとか、物を減らすことだったりとか、あとは古代哲学とか、ヨガとか、禅とか、ミニマリズム、そういうふうな、哲学的なところを、自分の中に入れること、で、それを実践することだったりとか、なんかそういうことを、全て相対的にですね、関わってくると。で、それによって、継続ができると。なんかそういうイメージですね。で、そういうものを言語化して、6万字ぐらいのボリュームになってるんですけど、付録もつけてます。簡単なチェックリストみたいな、設定リストみたいなものが分かるようになる。だから読むのがめんどくさい人はそっちを見てもらうと分かるんですけど、読めた方が、理解はしやすくて、やりやすいかなと思います。はい。なので、一応あんまいないと思いますけど、このチャンネル見てくださってる方にはね。でも僕は結構最近そのクリエイティブ作る発信をしてるので、もしかしたらいるかもしれないんで、なんか YouTube やりたいなとか、今年はちょっと自分で発信とか創作したいなって思う方はぜひチェックしてみてください。はい。ちょっと宣伝っぽくなっちゃいましたけど、宣伝はそれくらいにしておいて、で、なんか自分がやっぱ考えるんですよね。なぜこんな喋り続けているんだろうって。いつも考えます。で、それは、なんかパッと思いついたのが2つぐらい多分理由があって、で、一つは、これまで自分は喋りを抑圧されていたんじゃないかなって。そういうことをね、過程としてね、挙げました。これはね、ちょっとうまく言えないんですけど、結構遡ります、話は。やっぱり僕は長男だったんですよ。長男として生まれて、で、兄弟がいるんですけど、で、やっぱりなんか長男ってしっかりしなきゃいけないっていうか、なんかそういう抑圧ってあるじゃないですか。で、僕の家庭はですね、そこまで厳しくなくて、どちらかといえばもう緩くて、で、お前は橋の下で拾ってきたんだみたいな感じで言われてね、のびのびと、素晴らしいね、両親に恵まれてね、育ってきたわけで、ある程度もう自由にさせてもらってた家だったんですけど、でもなんかやっぱその長男の抑圧っていうのかな、お兄ちゃんだからしっかりしなさいみたいな感じ。で、それが、やっぱり小さい頃からずっと続いてる感じがあったんですよね。やっぱ多分見てくださってる方にも、長男長女、いると思うんですけど、なんとなくわかりませんかね、この感覚。なんか、自分が上だからしっかりしなきゃいけない。で、そういうのを親だけじゃなくて、その学校とかね、なんか社会に出てからも、なんかそういう抑圧ってありますよね。長男なんだとか、次男なんだとか、なんかなんていうか生まれた順番によっていろいろヒエラルキーじゃないけど、レッテルみたいなもの
が貼られる社会になっていると。で、そんな中でやっぱりこう自分自身はなんか真面目にしなきゃいけないってずっとなんか抑圧されていた気がしていて、で、その反動が出てるんですよね、多分。で、そこでこう真面目にするっていうことはあんまりこう下手なことを言っちゃいけないから、で、ベラベラ喋るってことはもう下手なことを言っちゃうんですよ。で、もう僕はだからそういうこうずっと下手なことを言ってきて、で、これまでそういうこう会社とかでね、あまりにも本音を言うものだから、やっぱそこ組織とか無理だったんですよね。ずっと無理で、もう息苦しいなって、この社会が息苦しいなと思って、でやってきて、で、それでなんとか自分が生き延びた場所がやっぱりこうソロで授業をやる。自分で一人で授業をやって、ソロで活動していく。ソロプレーナーっていうスタイルだったわけです。はい。なんで、やっぱりこう自分で文章を書いたりとか、動画撮ったりとか、ポッドキャスト撮ったり、ラジオ撮ったりするっていうのは、基本的に一人でできることなんで、そのなんか他の人のこう抑圧がないんですよね。もう自分で自由にやれると。だからそこが一番自分にとっては優先度が大事だったっていうところ。で、そういうこう抑圧があったからこそ今喋り続けているっていう、こう反動としてのこの喋りみたいなもの。なんかそこを一つ分析しましたね。で、もう一つは、やっぱり物を持ってないから。これはあると思います。はい。やっぱ少ないもので暮らすっていうか、物を持ってないので、何もね、やることがないんですよ。家にテレビもないし、で、ちょっとね、機材とか、最近ちょっと音楽やったりしてるんで、音楽関係の機材だったりとか、あとはMacBook あるんで、MacBook で大体できるんですけどね、ある程度のことは。ただ、それでも、やっぱりこう他にね、なんか意識を散らすものがないというか、バックパック一つの今システムというかね、で暮らしてるので、なんかね、やることがないんですよ。だから、それが自分を喋らせることにつながっていると。だから、喋るってことは考えなきゃいけないんで、つまり、何もない、ものを削ぎ落とせば削ぎ落とすほど考えることになるんですよね、自分について。で、これはね、直接的にはリンクしないとも思っていて、だからある側面では、やっぱりこう、物によって人は思考するっていう、言葉と物、思考と物っていうのはものすごく繋がっている。言葉っていうのはやっぱり物によって、派生していくっていうのは、これ言語哲学の分野でもよく言われることですよね。物があるから言葉がある。だから、そういうところが、物質性みたいなものが宿っているものには、だから物によって人間は思考してるんだっていうことが言えます。だからそういう意味で言えば、やっぱりこう持つこと、マキシマリストみたいな感じで、物を持って物によって語るっていうことはあり得ると思います。ただそれは必ず物に紐づいていることだし、わかりやすく言えば、自分がよくね、YouTube でレビューとかやりますよね。アイテムレビューとか、買ったものレビューとか、自分が使っているものとか、最近お気に入りのものとか、よくレビューしてますけど、やっぱりそれもですね、結局物に紐づいてるんですよ。だから新しいものが入ってきたから、それについて語るってことをやってるので、物というのは言葉と思考を引き寄せるもの、引き寄せるものになっている、トリガーになっているとは思います。ただ一方で、それに縛られてしまうってことが起きると思ってるんですよ。やっぱりこう何か一つを入れたときに、例えば分かりやすくペンとしましょう。なんかペンを入れたときに、そのペンについて考える。で、考えて、でもペンについてのことは出てくるけど、それ以外のことについては出てこないっていうことになる。それはやっぱり物について考えている。物が存在していることによって物について考えるから、それだけの言葉しか出てこないってことになるんですけど、そういうものを削ぎ落としていくと、自分が裸になるんですよね。郷ひろみの歌に獣は裸になりたがるってありますけど、これ過去にもこの例ちょっと挙げてるんで、なんかまたそれ出てきたなって自分の中でこれ面白いんですけどね。なんかそれだけその郷ひろみが自分の中で結構大きな存在だっていう、もしかしたら父なのかもしれないっていう、なんかそれぐらいまで今郷さんが来てるわけですけど、やっぱりその、裸になるものがなければないほど、そこに紐づく思考がなくなるので、逆にじゃあ自分の中とか経験とか、そういうところに降りていくことになります。これは村上春樹的に言えば深い井戸みたいなところで、あれもね結構メタファーみたいなところありますけど、やっぱり思考するものがないと自分の持ち物で思考するしかないと。で、自分の持ち物っていうのは体なわけで、体と心、頭っていうのは切っても切り離せない持ち物、唯一の持ち物なんですよね。だからそこに降りていくことになると、自動的に物が少ないと。だから、そこに降りてってるっていう作業、そこに降りていくっていう作業を僕は YouTube の中でしているんじゃないかなっていう、なんかそういうことを考えました。
だからこう、YouTube をどういうふうに伸ばしていくかみたいなことの文章を去年ね、まとめて書いて、その後にいろいろね、なぜ自分は喋ってるんだろうってことを考えたときに、やっぱり昔からの抑圧、何も言えなかった、何も言えない社会、何も言えない会社みたいな、そういうところで抑圧された自分の言葉とかが今溢れ出ているっていうこと。で、あとは、物を持って、削ぎ落として、何もない生活をしていると、自分の中に降りていくしかないから、自分が過去にこれまで、見てきた場所とか会ってきた人、そして聞いた言葉、読んだ言葉、見た映画、ドラマみたいなもの、そういうもの、からのインスピレーションみたいなものをぐちゃっと混ぜて話しているっていう。結局そういうところです。もちろんね、そうじゃない動画もありますよ。これ長く昔からチャンネル見てくださってる方はわかると思いますけど、やっぱりこう、なんか台本立てて話をしたりとか、あるいはエピクロスについてね、エピクロスを深掘りして話をしたりとか、なんか一つのテーマで深掘りをして話すってことはあるんですけど、基本的に自分はやっぱりこう、何か、そのテーマを設定せずに喋っている時に出てくる言葉の方が、なんかライブ感があるし、で、それを記録していくことが自分的にも面白いんですよね。これやっぱりもちろんこう見てくださってる皆さんのおかげで、本当にここまで、チャンネルも成長できて、で、今年もね、頑張っていきたいっていう、なんかいつもこう、頑張っていきたいという思いは、やっぱ皆様に私軸はあるんですけど、でもやっぱり同時に、やっぱ作る側っていうかな、こう、なんか撮る側としても面白くありたいっていうか、やっぱそうじゃないと続けられないと思うんですよね。なんか全てが、こう外に向かっていくっていうか、もう外にっていう風になると、やっぱり自分の中でどうしてもそのエネルギーが枯渇するような感じがある。でも、それをやっぱり外に向けて、かつ同時に自分も面白いような動画にしていくと、それが継続のエンジンとなるというか、ちょっとうまく例えが思いつかないんですけど、なんか、本当にこう回転してね、前に進んでいく車のような、タイヤのような、摩擦があるからこそ、その地面との摩擦によって次の路面を捉えられるみたいな、なんかそういうこう、摩擦ですよね、その摩擦みたいなもの。そういうものが、やっぱり、ある方がいいと。それはだから自分がやっぱりやっていて、自分がとっても新規性があったりとか、面白かったりとか、作っていて、新たなことに気づけたりとか、なんかそういうところを目指しているし、で、なんかそういう動画を今年もですね、作っていきたいなと思います。で、これ聞いてる人にとってはもしかしたら、嫌かもしれません。なぜなら、こういう思考の発露っていうのは、人によっては整理されていない情報に思えて、いろいろね、話があっちに行ったりこっちに行ったりして、こいつの言うことは何もまとまっていないって考えるからです。で、特に最近はみんなね、整然としたこう整理された情報に慣れすぎてるって、AI が出てきたおかげで何か聞けばすぐさ整理されて帰ってくるじゃないですか。もうああいうのに人間の脳がすでに慣れ始めてると思うんですよ。だからこそそこから脱却するには、それが起こるとやっぱりこう平準化されるっていうか、みんなのその思考とか考え方とかやりたいこととかやることが平準化されるんですよね。平均化されるっていうのかな。だからそこから外れて新しい自分の道、自分だけの道を見つけていくっていうか、つまりそれイコール自由になるためには、やっぱりランダムな思考とかランダムネスみたいなもの、偶然性みたいなもの、ちょっと東博樹的ですけど、緩いつながりみたいなもの、なんかそういうものが重要になると思っていて、だから偶然性みたいなところで、なんかそういう自分にとっても、そして見てくださってる皆さんにとっても、なんかそういうこう偶然性の発露みたいになれるような動画を作っていきたいなと思います。はい。なんかちょっとね、宣言っぽくなってますけど、ちょっとカッコつけすぎてるような気もしますけど、そんなこと喋ってる間に、残り3分になっています。で、こういう喋り口調になってるのはもうね、明らかです。はい。これね、明らかです。私が年末年始、半沢直樹をすべて見直したからです。はい。これによって、半沢直樹を見直したことによって、私の語り口調が半沢直樹みたいになっている。それはしかも最新の方じゃなくてファーストシーズンですよ。2013年のものです。はい。倍返しだってことで、なんかいろいろね、僕もその倍返ししたいなって、思っていることはあります。倍返し、100倍返ししたいなって思ってるやつはね、たくさんいますよ。これまでやっぱいろんなやばいやつにもたくさん出会ってきて、100倍返ししたいなって思うんですけども、でも、100倍返しするよりも、恩返し。
はい、恩返しをやっていきたいっていう、今年は、なんかそういう気持ちです。はい。倍返しよりも恩返し。はい。ちょっと、半沢直樹的に、猟奇的にね、攻めることはできないかもしれませんが、自分なりに、返していきたいと思ってますので、引き続きよろしくお願いいたします。はい。ということで、残り1分になってます。これがね、微妙な時間なのよ。この1分で何を語るかによって決まりますから、その次の動画のね、開拓可能性が。1分。で、これ結構、前回分かったのが、止まってから結構ね、ピッピッピの音が鳴るまでにラグがあるんですよ。だから、そのラグというのもなかなか、計算するのが難しくて、途中で終わってもダメだし、なんか、すっぱり終わりたいという気持ちがあるけど、なかなかそれが難しい。それができるかってことが、この新年の1本目、かかっています。どうでしょうか？どうでしょうか？どうでしょうか？ちょっと長かったね。ちょっと長かったよね。結構長いんだよね。だから結構話せたでしょ。だから、そこのね、間がね、ちょ、ちょっと今年どうなるか、わからなそうです。今年もよろしくお願いします。洗濯物干していきます。また次回の動画で。